こんにちは、ゆらここです。今回は前に作ったアルバムのブロックを使ったリバーシブルの巾着ポーチのご紹介です。こちらがパート1でお見せしたポーチです。これは側面がこんな感じで、中身がこちらは中も外も白地で作っています。で、今回作るのはこちらの赤いポーチで、側面がこんな感じで、中身がこちらは中を白にしました。色が違っても作り方は同じですので、ぜひいろいろな色で作って楽しんでみてください。まず表布を縫っていきます。ブロックの左右に小さい方の長方形を縫い合わせます。次に上下に大きい方の長方形を縫い合わせます。一旦アイロンをかけて、表示の位置に印をつけておきます。裏布も縫い方は同じですが、気をつけるのはブロックのモチーフの角を潰さないように縫うことです。そのためにはブロックの角の上を通るようにステッチをかけてください。ブロック側を上にして縫う方が縫いやすいと思います。ここにステッチがかかっていると、表から見たときに角が潰れません。表布と裏布を中表に合わせて、3.5 センチの印から3.5 センチの印までこの字型にステッチをかけます。反対側も同じように縫いますが、返し口を5、6センチ開けておきます。
次に3.5センチの下につけた1.5センチの印のところにステッチをかけます。これは後でほどくので大きな針目で縫っておきます。両側を開いて今かけたステッチ同士を重ねて待ち針で留めます。両脇を1センチの縫い代で縫います。ブロックと本体布の境目を合わせるように待ち針を打っておくと角の仕上がりがきれいになります。ブロックと本体布の切り替え線で上に折り上げて両脇を縫い留めます。裏布側も同じように縫います。裏布を折り上げるとき、折り上げる方向は表布と逆側になるように折り上げます。こうすると脇の縫い代が交互に倒れるので、すっきり仕上がります。仮留めのステッチをほどきます。紐通し口の縫い代を折り返してアイロンをかけておきます。返し口の縫い代もアイロンで押さえておきます。返し口から表に返します。
返し口は手でまつって留めておきます。表示の位置に紐通し口のステッチを2本かけます。